やってきましたよ、年末企画。年末企画やってきましたね。去年もやったんですけど、そう今年行ったお店ベスト10という形で、そう、まあ、どれもこれも良かったけどね。一応ね60店舗ぐらい行ってましたよ。結構行ったね、うんすごいな。ね、月5近く行ってるんですか。行ってると思うよ、最後にあけっぴのベスト10もあるんだよね。バーッと発表します。はい、じゃあ私の中の10位は、はい、じゃじゃじゃんじゃん、卵ストア。はい、卵ストア、大阪の古着屋、古着屋さん。理由はスタイリング力かな。ああ、やっぱり。あと今人柄もとっても良かったし、あと一個一個のアイテムが癖が強くって、パッと見ってかって思うんだけど、着ると全然違うなって。本当そうでしたね。もう多分一人で行ったら多分って思いながら帰っちゃうくらいだったから。そうですね。だから本当提案力があるなっていうのと、寺澤さんは多分そのモードから古着まで全部見てて、それで古着っていうジャンルで今の提案をするっていうのがすごい上手なんだなって。初めて行ったでしょ。あんまりそんなリサーチもせず行ったでしょ。そう油断してたでしょ。ちょっと若干油断してた。なんだろうみたいな。で見て大きさもそこまで大きくないから、どうなんだろうなって思ったけどもっていう、すごかったなって思ったよ。じゃあ9位。9位。彼岸。おお、高円寺のヴィンテージもあるしセレクトもあるしっていう、リーチ君と龍之介君って子がいるんだけど、パワーが強い。なんかこうやってやんぞみたいな感じの、それがすごい私はエネルギーを感じてすごい好きだった。まだまだ20代ですけどね、すごいですよね。スタッフさんたちもさ、やっぱなんかいい意味ですごい生きてていいなって。ただ確かにね、こう破天荒だし、荒々しさもあるけど、それ含めていいなって。完成度だけがファッションじゃないじゃないですか。ファッションですよ、ファッションがすごい感じられました。あと私水浴びしてあげたのがすごい記憶に残ってる。彼ね。途中で私何やってんだろうなって思いながら。はい、じゃあ8位は、ここも20代のパワーを感じます。Z 世代のパワーを感じました。ドン、ルテンス大阪ですね。リトマスの姉妹店って言っていいんですよね、確かね。姉妹店だね。ルテンスもやっぱり女の子ガールズパワー、若い子のガールズパワーを感じましたね。そうですね、やってやるぞっていう、自分たちでトレンドを作り上げていくぞっていう気概を感じるのと、あとはなのに接客超丁寧じゃないですか。そうですね、人柄も話してみるとね、写真で見るとね、なんか強い感じするけど、これもスタイリングかっこよかったっすね。かっこよかったね。僕も好きでした。大好き。なんか黒が多いんですよね。白とかね。ちょっとモノトーンっぽい感じ。本当はね、もう一個迷ったところがあって、西のリトマスルテンス、東のカーブストア、どっちもすごい迷った。カーブストア面白いですよね。面白かった。同じくらいの世代で同じくらいの勢いでガールズパワーを感じたから、どっちかなっていうのはすごい最後まで迷いました。東京と大阪分散させた方がいいかなっていう大人の判断で、今回はちょっと大阪にさせてもらいました。でも本当こういう感じ。次はプロダクトもさるとこながら空間もよく、デザイナーさんもよく、あの空間は良かったよね。美術館のような空間にしてるみたいなこと言ってましたね。すごいこだわりを感じるし、なんか洋服ってやっぱり空間込みでの演出だなって思ったの。セレクトショップとかにも入ってるの知ってたけど、より洋服が分かったし、学べたというか、世界観に浸れたから、多分持って帰ったとしたら洋服をね、より愛着を持って着るだろうなって思ったの。まあイケメンがいっぱいいたっていうのもあるけどね。そうね、イケメンか。イケメンパワー。イケメンか。そこでまとめて、そこでまとめないで。ひがみで終わる。6位、プロダクトがまあ好きよ。あとデザイナーさんがとっても好きよ。ここも珠玉に出てもらいましたが、セブンバイセブン、あけぴも大好きなセブンですね。ちょっと早くないですか？順位が。まあいっぱいあるんすよ。いっぱいあるんすよ。
これ知ってる？これアケッピの中のワンツースリー今言ったでしょ。いやそれは分からないですよ。かなって思ってんですけど。それは分からないけど。どの辺が良かったですか？まあプロダクトが良かったよね。アメカジっぽい感じなんだけど、すごいものづくりにこだわりあるじゃん。そうですね。あれもやっぱお店で生で見るっていうのが意味があるかなと思いましたね。あの空間でこういうことを考えながらやったんだな、作ってんだなとか、サンフランシスコを意識したとか言ってたかな。ちょっと山っぽい感じでね、ウッディな感じでね。そう僕的にはお店で商品見ながらいっぱい解説聞きたいお店だなって感じでしたね。わかる、解説聞いてなんぼじゃないですか。そうパッと見だってパッと見普通のさ、アメカジっぽい感じだねっていう感じだけど、よくよく見るとなんだこの生地とかさ。5位は、ここも一個一個語るべきものがあるなって思った。フレイ。はい、古着屋さん。古着屋さん。こちらも大阪ですね。これもね初めて行ったんだよね、リサーチしてて。ああそうでしたね。だからどんなお店か分からず行ってますよね。そうだからドキドキしながらも行ったんだけども、まあ人柄もいいし、よかった。一個一個なんでこの古着をピックアップしたかの理由があったじゃない。ここのこういうディテールが良くて、これが良くて、それがいいなと思って。メンズ3人に接客していただきましたけど楽しかったです。楽しかった。またいろんな人に着せてなんか。そう神々の遊びをさせていただいてあとその古着マーケットって今すごい高騰してるのね、それに乗らないそのスタンスが私はすごく好きです、良くも悪くも古着は古着だろっていうスタンスを貫いているのが、古着好きとしては一個の信念を感じました、4位 ECW ショート時計です。買いました、エルメスとジャガールクルトの時計ですね。ブレスレットのような時計のような、あれはどこ行っても褒められる。どこのですかみたいな。でも改めて時計もともと好きで何個か持ってたけど時計沼にはまったね。で人の時計をチェックするようになった。いいね。でやっぱカルティエとかそのルクルとかいい時計してる人と話するの楽しくなった、だからそれが会話の糸口になったりとかするからさ。そうですね。すごい知識が深まる回でしたね、お店。勉強になった。じゃあベスト3です。ベスト3はですね、イエローです。靴どの辺が良かったですか？靴はとにかく楽しいのがいっぱいある、で接客がめちゃめちゃいい。そしてホスピタリティ、なんかこうなんだろう、せっかく来てくれたんだったら楽しい時間を過ごしてほしいみたいな、鏡でっかいだったりとか、椅子良かったりとかレモネードがあったりとか、大きい空間で選んでほしいっていう、それがすごい感じられたなって。あとイエローはね、そこにしか作れない靴がある。イエローにしか作れない靴がある。今後も注目ですね。そしたらね、注目だ。もっと知ってほしいなって思うお店だった。じゃあ2位、これは結構度肝抜きましたね。じゃん、フヤンベイ。あれはでもすごいよ。古着も言っていいものあるし、セレクトもいいし、あとスタイリング結構度肝抜かれました。あと翼くんも卵の寺澤さんみたいにモードから古着まで全部知ってるっていう中での引き出しとしてアウトプットとしてのこの店だったから、すごい深いなと思ったの。もっと見たいと思わせてくれるスタイリングってすごいですね。本当にすごいと思う。あと翼くんちょっとこれどうやって着たらいいかなって相談したの初めてこれどうなってるのみたいなどっちに入れればいいんだみたいな初めてでした。さあ1位、ここに取材行くのが夢でした。ドリームカムトゥルーですよ。いきますよ、ドーバー銀座です。やったなって思った。 YouTube やっててよかったなって思った。ドーバーは本当に YouTube で見たことがなかったし、自分の中の憧れでもあったし、やっぱりいつかどっかのタイミングで自分のチャンネルでも紹介したいなっていうのはずっとあったんですよ、それが今年叶いました。なるほど、ありがとうございます、ありがとうございますっていう、そういう意味でも1位ですかね。そう、なんか YouTube やってる中での一つの私の中のね到達点だった。OK です。じゃああなたの、僕のやつ、あなたのまだ見てないんですよ、あれなんですけど、いきますよ。アケッピベスト10、ドン。思ったより綺麗。ストレンジャーも今年だったっけ？そうですよ。そっか、ミートミーもそうだったか。そうですよ。マレもね、レインもね、割と違うね。ここら辺は一緒。そうですね。ここら辺は想像つくけどっていう。
割と古着屋さん多くない？多いですね。楽しかったですね。ねスタイリングが面白かったお店が、ミートミヤットと卵ストア、あとマレーあたりですかね。ああ、そうだねそうだね、面白かったね。そうスタイリングでさ、お店の色って出るよね。出ますよね。マレーとかも濃かったっすよね。なんか一貫している感じあるじゃないですか。マレ感あった。あるっすよね。自分のこのスタイリング絶対マレだっていう。そうなんかマレガールズたちを作れるやつ。そうっていう意味でもやっぱすごかったなっていう。あとはミートミヤットと卵ストアさんはもう多分無限に底知れぬ何かを感じて、なんか 100個スタイリング組んでって言ったら100個組んでくれそうなくらいにスタイリング力。そうで5位のストレンジャーは、イワンさんのなんか趣味、選び方、大全開、服とカルチャーが結びついたお店って感じしたね。そうですね、このしっかりはっきりしてるなっていうか。確かに、イワンさん、悔しいレイはリメイクがやっぱ、あれで買っときゃよかったね。いろいろオリジナリティやって、次さ大阪行く時レイ行きたいもん個人的にね。近くだったらね行きます寄れますよね。という感じですかね。なるほど。まあケッピの字が思ったよりも汚くなくてよかったなって感じかな。これでもマシだったっていうあれですよ、1月からお店強化月間ですから。強化月間ですね。もう撮ってます。はい、もう1000本ノックのようにして1000本ノックのようにして、大阪名古屋、地方をね撮りまくってますから。まあね、来年はさ、他の今までさ大阪東京名古屋だから、地方もっと行きたくない？行きたいですよ。いいお店いっぱいあると聞いているので、もしよかったら皆さんこのお店絶対行ってほしいっていうのがあったら書き込んどいてもらえたらなと思います。じゃああとは皆さんの今年の良かったお店、ベスト3とか。いいですよ。3でもいいですし、1個でもいいし、20でもいいですし。ぜひぜひコメント欄に今年の2024私たちが行ったお店の中で、私はこれが良かったわ、僕はこれが良かったよっていうのを書き込んどいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。